ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や生き物にまつわる雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はこちらね。魔界に住んでいそうな恐ろしい見た目の生き物4選。ああ、そうよね。そろそろ来る頃だと思ってたわ。最近ちょっと優しい題材ばっかりだったし。優しいって言っても私的には相当きついものだったわけで。そうよ、私的にはあれくらいがちょうどいいのよ。こんな魔界とか聞いただけでもヤバい奴らが出てきそうな題材の話は私は何をブツブツ言ってるのかわからないが、題材は変わらないぜ。逃避ぐらいさせなさいよ。そもそも何よ、魔界に住んでいそうって。絶対にヤバい見た目の生き物でしょ？おう。聞くだけでワクワクしてくるだろ？聞くだけでゾワゾワするわ。わかるぜその気持ち。今回はこの世のものとは思えないような、鳥肌が立つくらいに素晴らしい容姿の子を集めてみたからな。最近、霊夢も刺激が足りないみたいなことを言ってたし、今回も頑張ってみたぜ。くっそ、話が通じないどころか、前回の感想を都合のいいように解釈したままかい。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。あら、何よ、これ、ただのセミじゃないの。また、ヤバい奴が出てくると思ったのに、身構えて損したわ。おっと、すまない、ちょっと画像が見切れてるな。なんだって？これが見切れてない画像だぜ。はあ、何その下の方のなんか生えてる部分？触手？なんか規制されてる感じ？コッパ。これは規制されているわけではなく、ちゃんとした昆虫単体の姿だぜ。それはそれでコッパ。こんな造形の生物なんて本当にいるの？この子はクジャクハゴロモといって、カメムシ目ビワハゴロモ科に属す昆虫だぜ。クジャクハゴロモはその名の通り、オスのクジャクの羽のようなものを有しているぜ。あんたが言ってるのって、この凶悪な見た目の尻尾部分よね？どこがクジャクやねん。どう見てもただの化け物の触手でしょ？いやいや、よーく見てみろって。霊夢の言う触手部分の造形、素晴らしいと思わないか？全体的なフォルムも素晴らしいと思わないか？美しい緑色と茶色のグラデーションの羽、そして機械とも思える華麗な触手のような部分。この姿は見るだけで短足しちゃうよな。理解できん。何度見ても触手の異様さに目がいっちゃうわよ。私的にはもはや存在自体疑わしいわ。本当にこんな昆虫が実在するの？魔界にいるって言われた方が納得するんだけど。もちろん実在するぜ。クジャクハゴロモは、メキシコ合衆国やコスタリカ共和国などの中南米の森林地帯に生息しているぜ。それにビワハゴロモ科、と言っただろ？これほどの造形ではないが、他にもビワハゴロモ科の昆虫は多くいるんだ。ビワハゴロモは漢字でビワハゴロモと表し、麗しい見た目を想像してしまうかもしれないが、どの子もこのように特殊な姿をしているぜ。こんなヤバそうな見た目のやつが他にもいるの？種族ごとヤバいとかどうなってるのよ。どう見ても上の方はセミっぽいのに。セミもカメムシ目ではあるから、この子とは遠い親戚だな。姿以外にも多少似ているところはあって、この子もセミと同じように長く発達した興奮で樹液を吸うんだぜ。樹液を吸うってのはセミと同じなのね。樹液を吸う、というのは同じだが、その先は全然別物だがな。樹液には炭水化物などの栄養分が豊富に含まれている。この子は栄養を取り入れるとともに、樹液に含まれる栄養分を元にしてロウを分泌するんだ。はぁ？今なんか変なこと言わなかった？ロウを分泌？そう、ロウだ。霊夢が尻尾だと言っていたこの部分が実はそうなんだぜ。ああ、なるほど。これ、体の一部とかじゃなかったのね。体から分泌されたロウはお尻で固まり、まるで触手のように長く伸びていくぜ。その長さは体長の2倍以上にも及ぶことがあるようだ。ロウでできた尻尾は非常に脆く、容易に切り離すことが可能だ。へえ。もしかして、トカゲの尻尾みたいな使い方されると？いや、正直なところ、生態に関してはまだまだ不可解なところも多く、どうしてこのようなロウを分泌して体にまとうのかは分かっていないんだ。いくつかの説があって、霊夢の言う通り、外敵に襲われた時に切り離して、トカゲの尻尾のように身代わりにするためという説。尻尾の表面が羽毛のように毛羽立っていることから、飛ぶ時に浮力を得るためという説。周囲の景色に溶け込んで擬態するためという説、落下した際のクッションだという説もあり、実際のところはよくわかっていないんだ。ただ、確かなことは、メスのクジャクハゴロモはこのロウで孵化する前の卵を守ると言われているぜ。
ほへー？この尻尾、じゃなくてロウは考える以上に謎に包まれているのね。なんというか、姿だけじゃなくて生態も不思議すぎて魔界から来ていそうな生き物だわ。さて、次の紹介に行くぜ。化け物。完全に化け物でしょこれは？なんじゃその口は。口をもっと見たいって？いやこの子はエウラギシカ・ギガンテアといって、南極の500メートル以上の深海に生息する生物だ。体長20センチメートル以上、幅10センチメートル以上に成長する巨大なゴカイの仲間なんだぜ。深海の生き物。巨大なゴカイ。納得の化け物。霊夢も感動したように、この子の大きな特徴は口だな。見るからにヤバいわね、この口。牙とか鋭くて何でも食べそう。見事な牙だよな。確かにこの牙を見れば、活発な肉食性の生物であるかのように見えるぜ。だが、このエウラギシカ・ギガンテア、まだ、生態は分かっておらず、何を主食として生きているのかすら不明なんだぜ。一説では、スカベンジャー。つまり、不肉食性の生物の可能性が高く、見た目とは裏腹に海の掃除屋として、いてもらわないと困る存在、とも言われているぜ。いてもらわないと困るね。私の感想とは正反対な存在かもしれないのね。さて、口にばかり注目しないで、もう一つの特徴の話をしようか。それはやっぱり、この金色の毛のことよね。そう、この全身を放射状に包み込むフリルのような、ブラシのような金色の毛は非常に美しく特徴的だ。この毛は何も装飾のためにあるわけではなく、かなり固めであり、移動や防御に使われているぜ。また、毛にまつわる話としては他に、名前にも関係があってな。名前のエウラギシカ・ギガンテアはラテン語でたくさんの毛を意味し、それゆえにブラシムシとも呼ばれているんだ。ブラシムシ。実はあの特徴的な興奮は食事の時のみ出ていて、普段はこのような楕円形の姿をしているんだ。こうやって見ると、ブラシっぽいだろ？ブラシっていうか、たわしって感じね。それにしても、あの口の部分、普段はしまわれているって、要するに飛び出すってこと？恐ろしさマシマシじゃないの。凶悪さが垣間見えるわ。待て、霊夢。それは早とちりだぜ。何がよ。実はこの子は非常に臆病なんだよ。身の危険を感じると、戦うのではなく逃げを選択する。逃げるときはなんとこの金色の毛が生えた鱗を落として、身代わりにするというぜ。こいつもトカゲの尻尾切りをするわけね。見かけによらず臆病な生き物って多いわね、ほんと。さて、次の紹介に行くぜ。ほー。久々に来たわねイモムシ。しかも、何この姿。今まで見てきた以上に凶悪な姿。いや、おかしいでしょ、そのなんか生えてるの。角？触手？なんだっていいけど凶悪すぎでしょ。いややっぱりイモムシを見ている時の霊夢は生き生きしてるな。死にそうな顔してるわよね。もう魂取られそうなんだけど。この素晴らしいシルエットのイモムシはプラミアサジアといって、イボタガ科に分類されるがの幼虫だ。イボタガ科に分類されるがは幼虫の時に突起が生えているが、この子は特に突起が発達しており、まるで悪魔のようと言われるような姿をしているぜ。ほんと悪魔。完全に魔界の生物。正面から見るともっと可愛いぜ。もっと悪魔になってるだと？静止できないから、せめて向こう向いて。仕方ないな。くっそ、この角度でもやっぱり突起がやばい。この突起、やっぱり毒とかあるんでしょ？攻撃とか身を守るために使うのかしら？いや、他のイボタガもそうだが、毒はないし、そもそも突起が生えている理由は謎なんだ。身を守るために使われると考えられてはいるが、詳しくは分かっていないんだぜ。絶対、毒とかあって触るだけでやばいとかだと思ったのに。さっきから、イボタガ言ってるけど、他のやつもこんな突起があるの？イボタガ科のガは全世界に分布していて、似たような姿をしているぜ。まず、この子、プラミアサジアは韓国と中国に生息していることがわかっている。他にはプラミアワリチーとか、この子はイボタガ科の最大種の一種であり、インド北部、ネパール、ブータン、ミャンマー、中国、台湾にいるようだ。これはこれで凶悪な絵面。でも、日本にはいないのね。この子はいないが、日本にもイボタガはいるぜ。イボタガは小さな科であり、すべてで20種ほどと言われ、日本産は1種と言われているな。いるのね。日本産のイボタガはこの子だな。このように他のイボタガの幼虫も突起を持つが、やはり、
ブラミアサジアの見事な突起にはかなわないぜ。何度見ても見とれてしまう造形だよな。本当にこいつだけ異様すぎる。この素晴らしい突起に関して補足すると、残念なことにずっと突起を持ち続けるわけじゃないんだ。というと？この突起は修霊幼虫になるとなくなってしまい、このような姿になるんだ。これは他のイボタガも同じなんだぜ。角がなくてもこれか。模様だけでも十分に悪魔的だわ。ちなみに、ブラミアサジアの成虫姿はこちらだ。芋虫の姿とは打って変わって、非常に落ち着いた綺麗な蛾なんだぜ。蛾っていうだけできついはずなのに、芋虫姿がヤバすぎて何も感じないわ。じゃあ、おまけに身分類だが、他のイボタガの幼虫の姿も見せておくぜ。なんでそんな嫌がらせを？例えば、こんなイボタガの幼虫もいるようだぜ。オレンジっぽい体といい、ほっそりとしたところが綺麗だよな。ひえー。こいつもやばい。他にもこんな資料を見つけたぜ。この子も負けず劣らず、素晴らしい突起をしているよな。はあ。あれ、こいつの方がやばくね？全身の黒さといい、模様といい、突起の太さといい半端ないって。イボタガ科の魅力を分かってくれたようだな。また見つけたらこっそり霊夢には見せてやるぜ。いらなすぎる。こっそりとかいじめでしょ？さて、次が最後だな。はあ？これまた直球の化け物。何その大きな口。あと無数の牙。何よりもその目。黒一色の濁った目。怖すぎる。この子は南深海エソといって、約1000メートルから2500メートルの深海に生息する深海よ。大西洋にも、インド洋から太平洋西部にかけての海にも分布するぜ。なんで深海の生き物はどいつもこいつもこんな邪悪な顔してるのよ。大きな口と大きな瞳が非常に愛らしいよな。海の底ではちゃんと鱗もついていてこんなトカゲのような姿をしているぜ。目が。死んだ魚の目。完全に空虚な目。どこ見てるのかわからなくて怖い。あとやっぱり口も変。ちょっと大きすぎでしょ？この大きな口は獲物を効率的に捕食するためと考えられているぜ。深海では、食料を見つけるのは至難の業だ。見つけた獲物は確実に食さないといけない。この子は基本的には、待ち伏せをして捕食するぜ。普段はじっと待ち続けており、獲物が近づいてくると大きな口で捕らえるんだ。この口についた牙は非常に柔軟であり、獲物がもがけばもがくほど口の中に入り込むような構造になっていると言われているぜ。なんか思い出したわ。確かにツクリザメも似たような牙を持ってたわよね。それぞれ、深海という過酷な環境に適応するように進化した結果獲得した特徴なんだろうな。また、南深海エソには特筆すべき点がもう一つあるぜ。この子は、オスとメスの両方の生殖器官を持つ雌雄同体であり、同種の魚とさえであれば、相手を選ばずに繁殖することができるんだぜ。ほへ？それはやっぱり、深海にいるからってことよね？深海じゃ、仲間も見つけられなさそうだし、そもそも数も少なそうだし。そうだ、深海という過酷な環境でも子孫を残せるように、繁殖のチャンスを最大限に高めるための進化、と考えられているぜ。どこまでも特殊な生き物なわけね。以上で終わりだな。完全にどいつもこいつも魔界から来ていそうな生き物だったわね。つうか、もはや魔族？どうしてこんな姿になったのか甚だ疑問だわ。絶対今日は夢に見る。あの触手っぽいのとか口とか突起とか黒い瞳とか、なんであんなに特徴が激しいのよ。久々に霊夢もはしゃいでいたし、満足してくれたようでよかったぜ。もはや今日は何も突っ込む気が起きないわ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。